女性ホルモンを乱す最強毒物ワースト3をお伝えします。はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、女性ホルモンを乱す最強毒物ワースト3をお伝えしていきたいと思います。今回ですね、特別なゲストをお迎えして動画をお送りしていきたいと思います。では簡単に自己紹介お願いします。はい、健康美容食育士の川森田俊樹と申します。よろしくお願いします。はい、今回ですね、女性ホルモンを乱す最強毒物ワースト3ということなんですけども、はい、毒物っていう風に聞くと日常生活とかけ離れたもののように聞こえるかもしれないんですけども、実際日常生活で無意識のうちに使ってしまっている、取ってしまっている、最強の毒物ワースト3ということでお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、川森田先生、早速なんですけども、女性ホルモンを乱す最強の毒物ワースト3ということで一つずつお伺いできますでしょうか。はい、第3位はですね、BPA といって、ビスフェノール A というものになるんですけれども、これはですね、例えば缶詰の内部コーティング剤として使われていたりとか、あとはですね、そのラップであったりとか、あとはプラスチック製品ですね、タッパーとか、そういうものに使われている、ものになるんですけれども、これ何が悪いのかというとですね、環境ホルモンと言いまして、環境ホルモンというのはですね、内分泌かく乱物質といって、内分泌、イコールホルモンになるんですけど、要はホルモンをかき乱してしまう物質ですよっていうようなものなんですね。で、実際にですね、この BPA のですね、尿中濃度が高い女性っていうのがですね、妊娠率であったりとか、着床率であったりとか、出生率っていうところが、低くなったっていう傾向がですね、データとしてあったりもするので、できるだけですね、やっぱり女性ホルモンっていうのをですね、乱したくない、月経不順であったりとか、妊娠を望んでいるとか、月経トラブルですね、婦人科疾患とかっていうのがある方とかは、できるだけですね、やっぱそういうものは取らない方がいいですよというようなところになります。よくですね、缶詰とかって、サバ缶が流行ったりとか、いわゆる日常的に缶詰を使われる方って多いかと思うんですけども、確かに便利なものではあるとは思うんですけども、やはりあくまで保存食として使っていただく、日常生活でたびたび取るっていうよりも保存食として使っていくっていうことが落としどころなのかなっていうところと、あとやっぱりタッパーだったりとかラップですね。はい、私の個人的にはですね、タッパーを使うのであればガラスのタッパーだったりとか、そういった容器を使われて、あと放浪製だったりとかですね、そういったものを使われたり、陶器もそうですけども、そういったものを使っていただいたりとか、あとはラップを使うってことはやっぱりレンジを使われる方だったりとかすると思うので、そういったラップでレンジをチンする、タッパーでレンジでチンするっていうのはもう熱を使うことによってさらに BPA が食べ物の中に溶け込んでしまうっていうことになるので、そういった生活を見直していただくっていうことをお勧めしますということになりますね。では続きまして第2位は、第2位はですね、メチル水銀になります。メチル水銀はですね、大型魚類ですね、主に気をつけなければいけないんですけれども、お魚ですねっていうのは、食物連鎖の過程で、水銀とかそういう重金属系の問題っていうのは、小エビのことを小魚が食べて、小魚のことを中型魚類が食べて、中型魚類が大型魚類が食べてって食物連鎖していくと思うんですけど、そういう水銀とかっていうのは脂溶性の毒素というふうに言われていて、要はですね、どんどん脂肪分に蓄積していっちゃうんですね。なのでよくね、マグロとかって妊婦さん食べちゃダメですよとかっていうのは、やっぱりマグロとかって水銀の蓄積量が多いので、どうしても赤ちゃんとかってそういう水銀とかに弱かったりするから食べちゃダメですよっていうふうに言われるんですね。で、実際にやっぱ水銀っていうのが昔、水俣病っていうのが流行ったと思うんですけど、中枢神経障害ですね、が出たっていうことが、あるんですね。で、今はね、そこまで大量の水銀を摂取することっていうのはなくなったものの、やっぱ低用量の水銀暴露っていうのはやっぱ問題視されていて、でそれがですね、やっぱり脳とかっていうところですね、中枢神経になるので脳とか脊髄っていうところにやっぱりダメージをいきやすいっていうところで、女性ホルモンっていうのはですね、やっぱり脳から始まるんですよね。脳から始まって卵巣に作用して女性ホルモンが分泌されるっていう風になってくるので、やっぱりできるだけですね、やっぱりその水銀っていうのをやっぱ取らない傾向にするっていうことが大事なんで、できるだけお魚も大型魚類とかはですね、やっぱ取らないようにというところで、よくね、肘から手首ぐらいの大きさですね、のお魚を取る。できれば青魚ですね、を取っていただくっていうのが一番ベストになるかなと思います。いわゆるマグロだったり、カツオだったり、ブリだったり、あとはクジラだったりですね。そうですね。
クジラは哺乳類だとしても大型の、海洋生物っていう形には言えるかと思いますが、そういったものを取らないように、取ることによってやはり脳による悪影響によって、ホルモンの分泌の乱れが出る。あとはやっぱ補足としては、水銀を取ることによってアトピーの原因になるっていうふうに言われているんですね。でアトピーっていうのはいわゆる炎症状態になりますので、炎症が起こることによって、体における副腎という腎臓の上にある副腎というところが作用して、ステロイド系のホルモンを分泌して炎症を抑えるということをするんですけども、副腎のホルモンが分泌されると性ホルモンですね、女性ホルモン、男性ホルモン、性ホルモンも副腎から分泌されますので、炎症傾向の方っていうのは性ホルモンの分泌がやはり下がってしまう、乱れてしまうっていう傾向があるっていうのも確かかと思います。なので、花粉症だったりアトピーだったり喘息だったり、そういった炎症状態の方っていうのはどうしてもホルモンの分泌が乱れてしまいますので、そういった意味で水銀を取ることにさらにそれを悪化してしまうということなので、注意していただければというふうに思っています。はい、じゃあ続きまして1位は。はい、1位はですね、経皮毒になってくるんですけれども、例えばシャンプーであったりとか、ハンドクリームとかですね、ボディクリームもそうですし、あとはですね、生理用ナプキンとかっていうのもそうなんですけれども、人間の体ってですね、経皮毒というものがありまして、例えばですね、湿布とか、経皮吸収ですね、痛み止めが吸収されたりとかですね、女性ホルモンでもエストラーナテープとか、咳止めのお薬でもテープのものがあったりするじゃないですか。ああいうものって全部経皮吸収によって薬が作用してきたりとかってするんですね。でその経皮毒ですねっていうところでもやっぱ化学物質ですね、シャンプーで言うとやっぱ界面活性剤とか、そういうものっていうのが要はですね、どんどん経皮吸収されてしまうと、そういう毒素っていうのはですね、肝臓を通さない、そのまま皮膚から吸収されて脂肪に蓄積しちゃったりとか細胞に蓄積しちゃうって言われてるので、約 90% が蓄積しちゃうっていうふうに言われてるんですね。なので排泄されにくい毒っていうところで、気をつけなければいけないっていうのが一つなんですけれども、特にですねやっぱり女性用の生理用ナプキンですね、が気をつけていただきたいんですけれども、経皮毒っていうのはですね、大体前腕、この腕のところがですね吸収率が1とすると、大体生殖器ですね、子宮とか、脂肪分の多い臓器ですね、脳とかもそうなんですけれども、っていうのは経皮吸収がですね、大体子宮で42倍ぐらい、ここを1とするとですね、ぐらい要は吸収率がいいというふうに言われているので、逆によもぎ虫とかね、そういういい成分も逆に吸収はしやすいんだけれども、そういう生理用ナプキンとかですね、化学物質が多く含んだものも要は吸収してしまうというところで、やっぱり月経トラブルが起きたりとか、婦人科疾患につながったりするよっていうところになりますので、できるだけですね、やっぱり生理用ナプキンとか、シャンプーとか、クリームとかですねっていうのはできるだけですね、自然なものに、ナチュラルなものにしていくっていう方がいいかなと思います。いわゆる皮膚からね吸収されることなんてあるんだろうかっていうふうに思われるかもしれないですけども、先ほど鴨田先生がおっしゃったように、皮膚から吸収して効く薬があるっていうことは、そういうことだっていうことですよね。でかつですね、思い出していただきたいのは座薬だったりとか、そういったものもそうだと思うんですよ。肛門から入れることによって、あそこはすごく吸収がいいからやっぱりすごく効くわけですよね。なのでそういった、いわゆる粘膜っていうところですね、分かりやすく言うと手のひらとか足の裏っていうのは皮膚が分厚いですけども、薄い粘膜ですね、敏感な場所っていうのは吸収がしやすいってところですから、いわゆる生殖器ですね、女性の、ナプキンだったりっていうのもそういったところを化学物質を吸収しやすいっていうところとか、あとはいわゆる頭皮とかも薄い皮膚になってしまうので、シャンプーだったりとか、あとはクリームっていうところもですね、できるだけ自然なものを使っているもの、界面活性剤が入っていないものだったりとか、とにかく自然なものを使うっていうことを意識していただくということがすごく重要かなというふうに思います。鴨田先生、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで今回は女性ホルモンを乱す最強毒物ワースト3ということでお伝えさせていただきました。もしですね、あなたが日常生活において今回お伝えした3つですね、取っていられるのであればですね、ぜひ生活習慣見直していただければと思います。またですね、今回お話ししていただいた鴨田先生はですね、お子さんのための健康のための食事の方法だったりとか、妊活をですね、されているお父さん、そしてお母さんのためのですね、健康的な食事方法についてですね、YouTube チャンネルで発信されております。鴨田先生のですね、YouTube チャンネルのリンク、下の説明欄に貼り付けさせていただきますので、興味がある方、ご覧になっていただければと思います。ということで、今回、鴨田先生、貴重なお時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。この動画が役に立ったという方は、ぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また、動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にて
ご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。